イスラエル軍の攻撃が続くパレスチナ自治区ガザから隣国エジプトに逃れた人たちが行き場を失っています。子供たちは学校にも行けず、難民としての保護すら受けられない。$70,000 42,000. 脱出料は一家で数百万円。国際社会のセーフティーネットの隙間に落ち込んだガザの人たちの境遇を追いました。カイロ中心部の、タハリール広場です。ナイル川です。こんにちは、ジャーナリストの村山祐介です。私は今エジプトの首都カイロを出て、私はガザから逃れてきた9歳から22歳の姉妹6人が暮らしていると聞き、カイロ東部のアパートを訪ねました。アサラムアレイクン。アサラムアレイクン。邪魔します。شو رسمت رسومات لفلسطين إيش بعبر هاي لما كان زمان لما يحرزوا على الطابون وهون لما كانوا يتعلموا دبكة لا هنا ما كان الأطفال يلعبوا لما كانوا يتعلموا دبكة وهنا ما هي لما كنا إحنا أطفال كانت تعبرنا لما أجداد لما كانوا يخبزوا لما كنا نتعلم دبكة لما كنا نلعب قبل كنا عايشين أما هلأ ガザ南部ハンユニスで暮らしていた家族12人の賑やかな生活はイスラエルによるガザへの報復攻撃で一変しました。2023年10月25日の夕方、イスラエルによる空爆で避難先の家屋が倒壊し、一帯が炎に包まれました。焼け跡から母と3歳の妹が遺体で見つかり、母の腕には4歳の弟とみられる小さな焦げた遺体が抱かれていました。فماما استشهدت مع أهل مرت عمي، أهل مرت عمي كلهم استشهدوا، كلهم يعني الخوات ونسوان الإخوان والأحفاد والأم وحتى أختها لناس استشهدت. فأجت عندي أجت تطمن علينا بتقول يعني كانت تحكي إنه أنا مش هقصر فيكم يعني بقدمكم مش هقصر وهيك. فبحكي لها هو مين اللي لازم يواسي التاني. この空爆で重度の肝臓病を患っていた弟も意識不明になりました。3ヶ月半後にやっと重症者としてエジプトへの越境が認められたものの、病院に着いた翌日に息を引き取りました。同行したマルハとラニーンら姉妹6人は身寄りのないカイロでアパートにこもって過ごしています。فترة من الفترات بتلاقينا نايمين بشكل مش طبيعي يعني طول اليوم باليومين بننام فجأة ما بنعرفش ننام. 9歳から14歳の妹5人はエジプトでの居住許可証がないため地元の学校にも通えません。パレスチナ自治政府によるオンライン授業が認められたのは1人だけでした。学校に通えないラニーンは詩を書いたりして自習を続けています。ガザの友人たちも何人もが命を失いました。لما كنا نلعب مع بعض مثلا كنا نروح على المدرسة مع بعض كنا مثلا نحكي لبعض إيش لما نكبر نصير يعني كان نفسي أصير معلمة بس من بعد الحرب لما صارت الحرب كان نفسي صار معلمة وضلتني بس لما ضلت الحرب أنا قلت خلص هصير دكتور جراحة إنه كتير ناس. Yeah, you can be a doctor. ラニーンたちが逃れてきた南部ハンユニスはどうなっているのか。ハンユニスに今も暮らす女性にネット経由で話を聞きました。طبعا هنا في امان لانه القصف احنا بنسمعه قاعدين ضربتين ضربوهم لقيت حاليا والناس قاعده بتنزح يونس يعني مش ما فيش منطقه امنه اصلا. The flats are attacking right now as we are talking now. 彼女のワンベッドルームの家では今、逃れてきた少女4人を含む4世帯17人で寝泊まりしています。水も燃料も手に入りにくい中、暮らしの支えになっているのが彼女が改良した太陽光発電による浄水装置と調理機器だといいます。在カイロパレスチナ大使によると、昨年の攻撃後にエジプトに逃れたガザ住民はおよそ10万人。居住許可証がないため、就学や公的医療の利用、銀行口座の開設などができない状態が続いているといいます。
戦火から逃れたガザの人たちがなぜ国や国際社会の保護を受けられないのか。エジプト政府はこれまでパレスチナ人の難民としての受け入れを堅くなに拒んできました。エジプト外交を長く担った元エジプト外務次官補ガマル・バヨーミはエジプト政府の立場をこう語ります。Neither the Palestinians would leave their country, nor us will accept Palestinians to come and to leave their country. So we are supporting the Palestinian resistance to stay there and to keep their presence. Accept them for the humanitarian ground, for the temporary, or it could not be the option for Egypt to consider. Never, never, never. And of course we accept when somebody is sick, we treat him, we put him in a hospital and so on. 避難先で定住が進むとパレスチナの地を解放して難民を帰還させることへの妨げになる。そんな原則的立場を続けてきたためで、エジプト政府は国連で難民支援を担うパレスチナ難民救済事業機関アンルワと難民高等弁務官事務所 UNHCR に自国内でのパレスチナ難民の支援を認めてきませんでした。その結果、エジプトに逃れたパレスチナ人は難民としての保護の網からすっぽりと抜け落ちたまま放置されてきました。ただ、イスラエル軍がラファ検問所を制圧する2024年5月まで脱出口はわずかに開いていました。外国人と欧米など外国のパスポートを持つ二重国籍者、重症者らの越境は公式に認められていたのです。そしてもう一つ、コーディネーションと呼ばれる越境サービスも存在していました。攻撃開始後は、カイロに本社があるハラコンサルティング&ツーリズムという旅行会社が独占的に手掛け、調整料と呼ばれる越境費用は跳ね上がりました。1人数百ドルだった大人料金は5000ドル、およそ75万円以上へ、16歳以下はその半分。ガザの大家族が揃って逃れるには数百万円規模の大金を用立てなければなりません。ガザからの脱出を手配しているハラという旅行会社のオフィスの場所です。ガザに残る家族や友人を何とか救い出そうと GoFundMe などのクラウドファンディングサイトには今も悲鳴にも似た募金の呼びかけがずらりと並んでいます。この VIP ルートでガザを逃れた家族を訪ねました。こちらのお店、パレスチナ料理店なんですけれども、ガザ危機で攻撃が深刻した後、逃れてきた家族がオープンしたお店です。こちらパレスチナの国旗があります。ガザ市に住んでいた創業家の兄弟イスマイルとマフムードら11人は24年2月にガザを脱出しました。وانت مستني الضربه تجيلك ما فيش اماكن امنه كما يدعي الجيش احنا اضطرينا نلجا نقعد في خيمه. This was in the Hala VIP. It's a place only for the Hala travelers. We are sitting here and waiting for the approval to the travel. But we are sitting, they came and they gave us our passport. They say you can travel now. $5,000 for the people above 16. 2,500. 2,500 under 16 years old. Yeah. How much in total you paid for this trip, evacuation? It's 42,000. 42,000 for 11 people. Yeah. 脱出の2日前、臨月だった妻の陣痛が予定日よりおよそ2週間早く始まりました。鎮痛剤も尽きていたラファの病院で何とか出産したものの、妻の出血は止まらなかったといいます。We trying to leave before the delivery of the baby. We didn't expect that baby will come during the time we are leaving. The mom of the baby, she lived in a very hard conditions. But if she didn't leave now, at this moment, she won't leave ever. She will miss this chance to leave Gaza. カイロにたどり着いた後も苦労が続きました。We were facing many difficulties. We don't have enough source of money to open this restaurant. We have to take a debt from some people we know, and we still paying off this debt until now. We don't find any support here as refugees in Egypt. We don't find any support. Like they always say, the Palestinian people are under the protection of the United Nations. But where is the United Nations now? Where is the UNRWA?
we don't see, we can't see any of them. النازحين الفلسطينيين غالبا اللي طلع الفلوس اللي اتبقت معاه طلع بيها، يعني ما فضلش معاه فلوس انه يصرف ويتعايش في الوضع الموجود هنا بمصر. فلازم اي دعم ليهم، اي حاجه انه مش يقدروا يمشوا نفسهم. دعم مادي، دعم كله هيلزمهم، دعم مادي، دعم معنوي، دعم اي حاجه. 従業員として働く男性も親族16人で3月、ハラの手配で越境しました。 عمي نزلنا من تركيا، حولنا له احنا الفلوس. طبعا اخذوا منا شركه هلا على النفر $5000. تعرف قد ايه دفعته على الكل؟ تقريبا $70,000. $70,000. احنا سجلنا وتسجلت اسمائنا في التنسيقات، استنينا تقريبا زي شهر او شهر تقريبا استنينا. لما نزلت اسمائنا طبعا كنا نتابع الكشوفات، كانت تنزل على صفحة هلا التليجرام. احنا بحكي لك انه يعني كنا مبسوطين وزعلانين بنفس الوقت، يعني فاهم علي؟ انه مبسوطين الحمد لله انه احنا ما فقدناش حدا من عيلتي. انا ما فقدناش حدا الحمد لله يعني. الحمد لله. بس بنفس الوقت كنا يعني زعلانين انه طالعين من بلدنا في هيك وضع، في هيك ظروف صعبة. This is the list where the name were added here. ガザの情報サイトがウェブに掲載しているのと同じ体裁のものでした。命を脅かされたガザ住民から莫大な調整料を取る。ハラの手口が欧米メディアで相次いで報じられて批判が高まった24年2月、エジプトのシュクリ外相はスカイニュースに、あらゆる措置を講じる。この状況を利用した金儲けは許されないと約束しました。でもその後もサービスは続き、英紙タイムズは4月、ハラの越境者リストの分析から少なくとも8800万ドル、およそ130億円の収入を得た可能性があると報じました。ハラの親会社を経営する有力実業家が軍とのつながりが深いことが指摘されています。結局この VIP ルートは5月、イスラエル軍がエジプトとの国境にある緩衝地帯を制圧したことで閉ざされました。先人として越境したはずだったマフムードたちは、今もガザに残る兄弟姉妹を脱出させる術を失いました。We don't know what will happen to the other family we left behind in Gaza. Like sometimes we can't reach them, we can't call them, the internet keep cutting and something like that. We still so worried about them. こんにちは、ジャーナリストの村山祐介です。私がオランダに拠点を移してから1000日の取材をまとめたノンフィクション、移民難民たちの新世界地図、ウクライナ初地殻変動1000日の記録という本を7月18日に新潮社から出版しました。人、物、金、情報の巨大な本流を巻き起こしたロシア軍によるウクライナ侵攻、その現場で何が起きていたのか、私自身3万キロの旅をしながら、その道中で出会った600人に話を聞いてまとめた本です。YouTube チャンネルクロスボーダーリポートを通じた動画での発信も続けていきます。こうした活動を後押ししてくださる気持ちのある方、ぜひメンバーシップへのご参加も検討いただければと思います。それではまた現場行ってきます。